世界の辺境マニアです。私は今、シンガポール・チャンギ国際空港にいます。今からここを出て、インドのコルカタを経由し、さらにインド北東部のグワーハーティというところに移動し、インド、中国のチベット、ブータンの3つが交わる、ややこしい辺境に行きます。地図で見ると、この一帯は点線で囲まれています。ここは、インドでも、中国でも、ブータンでもない地域です。国境は確定しておらず、インドと中国の間で、現在も係争が続いています。ただし、実効支配しているのはインド側。行政、軍、警察、生活インフラも、すべてインドによって管理されています。しかし、この点線の中に住んでいる人は、インド人でもなく、ブータン人でもなく、中国人でもなく、モンパ族という不思議な人々なのです。今回、この地域に立ち入るためには、国の許可、州の許可、警察の許可、軍の許可が揃わないと立ち入ることができません。申請は大変でしたが、なんとかすべての許可を取得して、正式に合法的に立ち入ることができました。私がこれから向かうタワンという町は、その点線の内側にあり、地域一帯は、ほぼ軍事施設。タワンという町は、インド、中国、ブータンの3つの地域が接するヒマラヤ山域に位置していて、正確な三国国境ではありませんが、3つの世界の影響が重なり合う。正確には、どこの国でもない場所です。そして最終目的地のタワンでは、1年で最も重要とされる祭りが、ちょうどこの時期に行われていました。どこの国にも属さない、地図の上では、今も点線で描かれているこの地域。許可がなければ入ることすらできず、多くの人が一生見ることのない風景が、ここから始まります。ここから先は、地図ではわからない世界です。点線の内側で記録した、極めて貴重な映像をご覧ください。シンガポールを出て、コルカタを経由し、さらにインド北東部、アッサムティーで有名な、アッサム州のグワーハーティーへ到着しました。今は1月。日本は寒いのに、こちらは暖かい。半袖シャツで大丈夫。グワーハーティー空港を出て、ホテルへタクシーで向かいました。4年ぶりのインドです。前回は3週間かけてインドを一周しました。この雰囲気、久しぶりです。
点線の中の、さらに細かい点線のところに到着しました。ここは、ただの検問所ではありません。軍が管理する検問所です。この先へ進めるかどうかは、ここで、申請用紙を提出して、申請に間違いがなく、すべての申請用紙が揃っていれば通行が認められます。
येऊ नको. हे थांब माहिती. हे आपला गोप्रो काय आहे.朝、7時半にグアーハーティを出発して、17時に、ボンディラという町に到着した。ボンディラという町は、山の斜面に張り付くような町で、坂道ばかりの、ぐねぐねしている道ばかりだ。
過去7日以内にアップされた動画を YouTube モバイルアプリでご覧の方は、コメントプレビューのカルーセルを左にスワイプするか、いいねボタンをタップして表示される YouTube の新機能、タイプボタンを押して応援してください。これからの動画作りの大きな励みになります。世界の辺境マニアです。このチャンネルでは、日本人がほとんど行かない辺境や秘境ばかり行っています。旅して回った国は70カ国以上。有名観光地には興味がなく、日本人がほとんど行かない辺境の地で少数民族の生活と触れ合うのが好きです。1年間の3分の2は旅をしていますので、これからもどんどん辺境の動画を投稿していきます。興味のある方は最新辺境情報を見逃さないように、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。